ご視聴ありがとうございます。今回は縫い代付き型紙を作るときにとっても便利なカッター用ガイドの作り方を紹介します。型紙を切るときに縫い代を足して切るのですが、直線なら普通の定規をガイドにしてスパッと切ればいいけど、カーブだとこんな風に定規をちょっとずつ動かしながらでめんどくさいんですよね。こういう洋裁専用の定規を使えば多少効率よくカットできますが、やっぱりこまめに動かしながら切る感じ。しかもプラスチック定規ってカッターで削れちゃってこんな風になっちゃう。こうなるとガタガタの線しか引けなくなるから、この洋裁用高級定規をカッターで使うのは抵抗あるんです。何かいいものはないかなと探したら、クロバーさんの縫い代カッターガイドっていうのを見つけました。これいいって思ったのですが、1287円？お高い。これ簡単に作れるんじゃないかなと思い作ってみました。完成品がこちら。こんな感じに刃先が紙3枚分くらい出るようにカッターの刃に直接貼り付けて使います。カーブもスイスイノンストップでカット。角の縫い代だってこの通り。縫い代はどの部分もちゃんと7ミリ。とてもいい出来です。ロータリーカッターにも取り付けられます。これなら縫い代なしの型紙で直接布が切れますよ。切れ味が悪くなった刃も紙ならまだまだ切れますので、型紙用として使うのもおすすめです。作り方を紹介します。材料はプラ板と両面テープだけ。私は 0.45 ミリ厚のプラ板を使いました。道具はカッター、ハサミ、定規、極細の油性ペン、アイロン、オーブンペーパーやマスキングテープ、方眼用紙とかあるとより作りやすいです。普通のカッター用もロータリーカッター用も作り方はほとんど同じですので、今回は普通のカッター用で説明します。ロータリーカッター用の変更点は最後にお伝えします。作り方。1、プラ板をカット。1.5 センチ幅にカットします。カッターで筋をつけて、手で曲げるとパキッと簡単に折れます。これを7センチくらいにカット。2、線を描く。油性ペンで描きます。中心よりも少し上がおすすめ。右側 1.5 センチくらいのところにも描きます。この線同士は必ず直角にします。3、線を曲げる。この線のところを折り曲げたいので、アイロンの縁の部分を使います。縁はなるべくカーブしていない部分を使います。こういうカーブの部分ではなく、このまっすぐな部分。アイロンの温度は中温にセット。プラ板がつかないようにオーブンシートで挟んで、さっきの線のところだけにアイロンの縁だけを当てます。1、2秒くらいすると柔らかくなるので曲げます。
こんな感じ。斜めになっちゃうとすごく使いづらいものになってしまうので、ちゃんと線のところで曲げてください。ちなみにアイロンの温度が高すぎると溶けて真っ二つになっちゃいますので気をつけてください。もうちょっと角度をつけたいので、アイロンを立てて曲げたところだけを当てて熱を加えます。やけどしないように気をつけてください。ふにゃっとなったらアイロンから離して曲げる。もう一度ふにゃっとなったら曲げるを繰り返して垂直にします。4、両面テープを貼る。この部分に貼ります。カッターを取り付けます。紙2枚分の厚みくらい刃先が出るように、刃先がこの線のところに来るように取り付けます。5、目盛りを書く。刃先を定規にぴったり合わせて1センチのところにマスキングテープを目印に貼ります。線にマスキングテープを合わせて試し切りをしてみます。ちゃんと1センチで切れていたので、カッターから外して油性ペンで印を書き込みます。この印を目安に目盛りを書き込みます。私は1センチから5センチまで5ミリピッチで、あと7ミリを書きましたが、お好みで書いてください。ちなみに失敗しても消毒用のアルコールで消せますので、書き直しもできます。完成です。使い方。使うときは紙を2、3枚重ね、その端に置いて線のところに刃先が来るように貼り付けて使ってください。そうすると刃先が紙の厚みよりちょっとだけ出た状態になるので使いやすいです。型紙の線にこの線を合わせてカットすれば、カーブもずれることなく同じ幅で切れます。外すときは刃に気をつけながらカッター側からゆっくりと剥がしてください。両面テープの部分にオーブンシートを貼り付けて収納しておけば、繰り返し使えます。簡単なので短いタイプも作っておくと便利ですよ。ロータリーカッター用の変更点です。クロバー製の 28mm サイズ用の作り方を説明します。2カッター用と違うところだけ説明します。2番の線を描くところ、この部分の長さが通用は 1.5 センチでしたが、ロータリーカッター用は2センチで折り曲げます。4番の両面テープを貼るところ、上の方に貼ります。線がカッターのこの部分の中心に来るように貼ります。角度は自分が持ちやすい角度で貼り付けてください。あとは前回と同じで定規で1センチのところに目印をつけ、試し切りをして、目盛りを書いて完成です。1.5 センチで切ってみます。
どこを測ってもちゃんと 1.5 センチです。1センチ、1.5 センチ、2センチ。この線が交差するところに型紙が来るように合わせてください。2.5 センチ、3センチ、3.5 センチ、4センチ、4.5 センチ、5センチって感じです。極端なカーブだと分かりやすいかな。例えば 1.5 センチだとこんな風に合わせてくださいね。ちなみにオルファのロータリーカッターには使えませんでした。この部分が刃と一緒に回ってしまうので、ここが回らないタイプのカッターに使ってください。いかがでしたでしょうか。私のひらめきが少しでも誰かのお役に立てたら嬉しいです。高評価よろしくお願いします。これからも手芸やものづくりのひらめきアイデアをどんどん配信していきますので、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。